ということで、メルセデス・ベンツ、言えねえな、メルセデス・ベンツ to the table. Stay strong, stay strong. To the table, to the table. Ain't easy, I can tell. I can tell. Gotta stay strong, stay To the strong. table. Stay strong, stay strong. さあということでですね、前回は、ステーションワゴンタイプの C、クラスをご紹介したわけなんですけれども、今回はですね、また台車を借りることになりまして、今回は C220D をですね、見ていきたいと思っております。はい。ということで、また内装から、見ていきたいと思うんですけれども、こんな感じですね。はい。で、C クラスといえばっていうわけではないんですけれども、やっぱりこの木目が素晴らしいなと思っております。でね、思い出補正が多少入ってるのかもしれないけど、前回借りたステーションワゴンの木目の方がなんかすごい触り心地いいような気がしてて、今回そんなにダメだとかなんか違うとかそういうことじゃないんだけど、前回のようななんか感動がなくてですね、若干戸惑っています。うん、なんかもう前回だってもう一生こうすべすべしていってみたいみたいなことを言ってたんですけど、今回はいいじゃんみたいな、そんな素の、感想しか出なくてですね、どうしたんだろうとちょっと戸惑っております。はい。これから見ていきましょうか。まずは、液晶ディスプレイでございます。で、この幅広のディスプレイはやっぱりいいなと思うのと、やっぱりね、私が乗ってる、5年落ちの CLA と比べると液晶の鮮やかさが全然違うなっていうのがですね、かなり悔しいところではあります。悔しいってなんだよと。あとは、欲を言えばでいくと、ここのベゼルの部分ですね。ベゼルの部分が昔の iPad 並みにですね、分厚いっていうのがですね、若干こうなんとかならなかったんだろうかというふうに思ってますけれども、なんですけれども、フィンが3つ並んでて、現行のやつの方がこの辺はかっこいいよね、きっとね。そんなにあのがかかっこいいからよく冷えるとかよく温まるわけではないんで、これはこれでおしゃれだしいいかななんていうふうには思ってますけど、はい、こんな感じですね。はい。いいなと思ったのはこの辺のねスイッチ類がねすごく簡潔になってるのね。CLA のCLA というかメルセデスの、5年落ちぐらいになるとこの辺になんか電話の点キーとかいろいろボタンがついてて、あれはあれで謎にかっこよかったんですけれども、結局なんか使わないんで、こういうふうに必要なものがはいどうぞっていう感じで並んでる方がやっぱり機能的にはいいんじゃないかなというふうな結論に至っております。はい、こちらが物入れになってます。はい、オープン。横並びで、ドリンクホルダーがついてて、このドリンクホルダーが羨ましいのは大きいドリンクも入るっていうね。なんか自分のイメージなんだけど、ヨーロッパとかアメリカのドリンクってでかくないですかっていう割にはね、私が乗ってる CLA ってこのいわゆる標準のペットボトルが刺さるか刺さらないかぐらいの大きさでしかなくって、コンビニサイズのコップとかスタバのでかいカップとかをですね格納できないという致命的な弱点を負ってると。無理やりねじ込むとなんか留め具がバチンと取れたりですね、悲惨なことになりますけれども、これは余裕で、はい、どっちも入ります。素晴らしいです。素晴らしいのか。はい。はい、こちらが中央の、操作スイッチ類になってて、ご存知の人多いかもしれませんけれども、メルセデスってここにシフトレバーがないので、パーキングとかニュートラルとかっていわゆる操作、シフトノブがなくって、その代わりに何があるかっていうとコマンドシステムと呼ばれる、ナビを操作したりっていうね、ナビを操作するための、この辺のダイヤル類があったり、この辺は、運転モードだね、ダイナミックって書いてある運転モード、コンフォートとかエコノミーとかスポーツモードとかっていう切り替えをここでします。はい、ちょっとねここが届きにくいのがあれかなと思うんですけど、ここに配置されてるのもありかな。確かね私の CLA だとこの辺に配置されてるわけなんですけれども、この辺はとにかく、この辺は違和感なく、操作することができました。はい、これはエアサスということで、これ後でちょっとお楽しみで押してみたいと思います。
そんなもんかな。あとさ、現行のメルセデス乗りの人に聞きたいんだけどさ、これ使うっていう、これ邪魔くないっすかって。なんかこれ非常機かなんかにしたらなんかブリってこう触っちゃう、ほら現にさ、ほら今なんか触っちゃったじゃない。なんかこの辺なんか適当に触ってたらここが勝手に操作されちゃうのかなと思ったらそんなことなくて、でもなんか触るとさ大丈夫なのか。特に何にもないけど、なんとなくここに手を置いてると変になんか動かしちゃうんじゃないかなって、機械音痴かよみたいなそんな感じになってるけど、なんかすごい心配なんだけど、ここにこう手を置いて運転してもいいのかね。やっぱり動く。このはい、ちょっとエンジンかけてみようか。はい、ちょっとエンジンかけてみます。うーさあどうでしょう。ディーゼルっていうことでね、そんなになんかディーゼル感は、してないんですけれども、まあさっきちょっと、運転した時にやっぱりね2000回転3000回転ぐらいになってエンジンの音が、大きくなるとやっぱりこうディーゼルっぽい音はするかな。言い方を変えるとガソリンエンジンの音ってやっぱりこうやっぱ車って感じするよな。ディーゼルってやっぱりなんとなくこう、昔ながらのディーゼルのイメージがこう振り切れなこう取り払いきれなくって、最近のディーゼルって本当に静かだよなんていうふうによく言われてるわけなんですけれども、やっぱり回転数を上げるとなんかゴロ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 というような、音がして、ディーゼルなんだこれっていうふうに思ってしまいます。まあだからなんだって言われるとはいすいませんみたいなそんな感じなんですけども、まあディーゼルの話はちょっと後でまたしたいと思います。はい、メーター周りはねこんな感じですっきりしてて、メルセデスに関して言えばあんまり遊び心をですね加えないで、こういうなんか素のままのメーターがいいんじゃないかなと。変にこだわらなくって必要なものを必要な箇所に並べていただくというのがですねドイツ車っぽくていいんじゃないかなというふうに、思ってて、そういう意味では非常に気に入ってる、レイアウトとデザインになります。はい、見やすいしね。で最近のメルセデスなんかだとメーター系ってこういう感じの、はい、こういう感じのまあいわゆるタブレットに、マルチインフォメーションディスプレイとしてスピード表示のみならず、ナビが、ここのメーター周りに表示、ここですね、ここのメーター周りに表示できたりとかっていう風に情報量としては非常に多彩なものを、表示できるわけなんですけれども、個人的にはねやっぱりこのアナログメーターっていうのが良きかなと改めて思ったりします。ということで、C クラスあのアナログメーター採用っていうのがやっぱり気に入ってるポイントです。まあね、206になるともう完全に、いろんなものが液晶化されてしまってるわけなんですけども、そういう意味ではね、なんとなく私的には205の方が好きです。はい、ハンドルは、いつものって感じですね。メルセデスオーナーの人にとっては、親の顔より見た嫁の顔より見た、スイッチ類かとは思うんですけれども、こっち非常に機能的な、ハンドルスイッチ、しかもね割とこうシンプルな配置だよね。はい、ハンドルはボトムフラットになってます。でお借りしてるこのメルセデス C クラスなんだけど、ほら C クラスってなんかアバンギャルドとかなんとかあっていろいろなんとかあっていろいろっていう雑な説明なんだけど、なんとかエディションっていっぱいあるんだけど、ローレウスエディションだっけ、なんかそんなのいっぱいあるんだけど、何エディションなのかは、不明でございます。はい、ただスピーカーは普通のスピーカーでブルーメスターでもなければ、もう一個あったね、なんだっけハマーンカーンみたいな名前のやつ、なんだっけハンマーカンマーじゃなくてはい、この辺に貼っておきたいと思います。マジで忘れてる、やだ。はい、ただね先ほど音質的なのを見たっていうか聞いてはみたんだけど、まあ普通に聞ける
音質的には全然問題ないよねこれでっていうのと、あと個人的に車の中で何かを聞くっていうのに対してスピーカーにあんまりこだわらなくてもいいかなって思ってるのは、どうせその環境音はよほど密閉された車ではない限り例えば他の車の音とか、やっぱりこの車自体が発するタイヤの音とか風切り音っていうのはどうしても出てくるんで、そんな、環境音がワンワン入ってくる中でそんなにいいスピーカーにこだわらなくてもいいんじゃないかななんていうふうには、個人的には思ってたりします。はい、運転席側ドア側の操作スイッチ類はこんな感じです。はい、シートヒーターがついてて、これ3にするとさものすごい熱いのねではい、オットマンシートもついてます。これオットマンシート便利よね。オットマンシートと座面、背面、ヘッドレストの調整が効きますよと。一応 AMG パッケージがついてるらしくて、アンビエントライト見えるかな、アンビエントライトが、ついておりますと。今紫になるんだけど、多分ねこれあるあるだと思うんだけど、とりあえずアンビエントライトを初めて点灯するときは絶対なんかエロい音だってエロい色を選ぶよねみたいな、ということで今紫になってます。多分ねこれきっと飽きてくると普通になんかオレンジとか白とかにするんじゃないかなっていうふうに予想されてますが、アンビエントライト付きの AMG じゃないやメルセデス乗りの皆さんは何色にされてるでしょうか。もしよかったらコメント欄で、書いてあげてください。よろしくお願いします。はい、この辺もねはい、この辺も木目になってて、この辺もすべすべが、気持ちいい感じですね。で前の、ステーションワゴンの時も思ったんだけど、ここの素材どうにかもうちょっとならんかったのかと。この辺はって感じなんだけど、そうこの辺もなんかこうソフトパッドで触り心地がいいやつなんだけど、なぜかこう上に至って木目からのなんかこの素材で大丈夫ですかみたいな、なんとなくここからいきなり安っぽくなって、ダッシュボード周りもそうなんだよね。同じ素材なんだけど決して安っぽい素材じゃないんだけど、これもうちょっとどうにかならんかったのっていうようなですね疑念が残るんですけれども、はいそんな感じです。そんな感じかな。で運転席から見た景色はこんな感じで、今ど田舎のパーキングに止めてるわけなんですけれども、ここから見た風景っていう意味でいくとCLA が唯一勝ってるなと思うのは、この辺にねポコンポコンってパワードームっていうこう波というか突起がこうあって、その辺がね運転してる時に見ててもね、なんかこの車ボンネットかっこいいななんて思ったりするんですけれども、C クラスに関しては、ぺったらこいわけですね。はい、ぺったらこいですなんで北海道弁にしたのかっていうのは分かんないけど、視聴者さんが結構北海道出身多いのでサービスで方言使ってみました。サービスなのか知らんけど。はい、次ミラーはこんな感じですね。ミラーは至って普通のミラーかなとは思ってるんですけれども、この辺のね最近なんていうのエッジがないミラーとかじゃなくて普通のやつで、視覚的には十分なんだけど、できれば電子ミラーの方がやっぱり見やすいんじゃないかなと思ってます。そんな感じかな、とりあえず運転席座った中では。はい、そうあとねミラーは非常に見やすいのと、三角マークがここについてるけど、レーダーセーフティーパッケージの、レーンチェンジアシストが当然ついています。あとねなんか細かいなと思ったのは、このミラーの内側に溝が3本切ってあるんだよね。この辺のこだわりがですね非常にこうやっぱりこうメルセデスらしいなというふうに感じております。ミラーに関してはこれはこれで機能的かなと思うんだけど、ミラーに関してはCLA のあるいは、旧モデルのメルセデスのカクカクのミラーの方がなんかドイツ車っぽいっていうか、メルセデスっぽくて好きかなと思ってますが、この辺を変えてしまうのは時代の流れなんでしょうがないんじゃないかなというふうに思っております。さあそんな感じかな。